BTS といえば、ジンがソロシングルの発売とともに兵役について公表。本当は6月の万端会食後に兵役に就く予定だったことを、アーミーのために嫌いな冬に行くことにしたと教えてくれました。感動だったプサンのライブでは、初期の頃の激しいダンスの楽曲をこなし、アーミーをメロメロにしましたが、BTS はステージなどで常に怪我と隣り合わせで活動しています。今回は彼らが手や足に怪我をしてしまったことについて調べました。ジンの手の怪我。ジンは2022年4月4日に行われた第64回グラミー賞授賞式のステージの際に、ギプスを黒いもので包み、司令官として参加しました。この日のレッドカーペットでは、白いギプスをつけています。2022年3月18日に、ジンは左手の人差し指を怪我してしまい、手術をしたからでした。そんなジンは、手の指が曲がっていて、先天的な指の病気、斜視症だということは、アーミーの間では有名ですよね。同じ病気を抱えた方は、日本でも約25万人いると言われ、ジンと同じ斜視症だというアーミーの方は、ジンのおかげで勇気づけられていることがわかります。ジン自身も、この指がコンプレックスだそうですが、大好きな推しと同じ病気だったおかげで励まされている方がいたり、ジンくん指も含めて、大好き、カクカクしていて可愛いなど肯定的な意見が SNS にたくさん溢れていました。今回怪我をした箇所は左手の人差し指で、この病気とは関係がなかったようですが、事務所の発表によると、日常生活をしていて負傷し、検査をして人差し指の腱が損傷していることが分かり、心筋を治す心筋縫合術を受けたそう。ジンは次の日には退院をして、早期回復のためにギプスをつけたようですが、痛みを感じやすい指ですし、縫合と聞くととても痛そうですよね。しかも、過去には、テテとゲームをして勝ち、罰ゲームでデコピンをする際に、自分の足に指をぶつけ骨折してしまったという、ちょっとドジな怪我もしています。また、大のゲーム好きなジンなので、休みの日は、ご飯を食べるのを忘れるほどゲームに夢中になってしまうため、ジンくんもしや、ゲームで指を負傷した、と思った方もいたはずですし、料理をすることも大好きなジンなので、料理をする際に、誤って自分の指を切ってしまったのではと考えるアーミーがたくさんいました。どちらにしても今は回復しているようなので安心しましたね。テテの足の怪我。テテが足を怪我してしまい、ライブに椅子に座って参加したことがありました。不調を訴えたのは2021年10月23日で BTS Permission to Danceオンステージのリハーサルをしていた時です。テテがふくらはぎの筋肉の痛みを感じ、病院に行き検査したところ、骨などには異常はないけれども、ダンスなどの激しい動きを控えるようにと医師から言われてしまったとのことでした。もともとダンスの練習量が多い BTS ですので、足に大きな負担がかかっていたのかもしれません。医師からのドクターストップということもあり、大事をとって BTS Permission to Danceオンステージのコンサートは椅子に座って参加することになったテテですが、むしろその姿が神々しく王様のようオーラが半端など話題に。テテだけでなく BTS はまだ若いとはいえ30歳になるメンバーもいますし、あれだけハードなダンスを何年も踊り続けているので、足に負担がかかっていることは、アーミーでもわかることでした。また、ある時は、テテがインスタに上げた写真で、足に怪我を負ってしまったことがわかります。可愛いポケットモンスターのコダックと、EV のキャラクターが入った絆創膏を貼っているテテですが、傷の状態も見せてくれ、
意外と深い怪我にアーミーは心配に。テテ曰く、ラスベガスでのコンサート、BTS パーミッショントゥダンスオンステージラスベガスの終わりにはしゃぎすぎて怪我をしてしまったそうで、大好きな推しが怪我をすることはとても悲しく、気をつけてほしいと願うアーミーが大勢いました。ステージから落ちたジミンの怪我。ジミンがステージから落ちてしまったことがありました。それは2014年に SBS 人気歌謡に BTS が出演した際のことで、エンディングでジミンが舞台から落下してしまったのです。2015年の日本でのファンミーティングでも、ジミンが舞台から落ちてしまったことがあったのです。大阪で行われた防弾少年団ジャパンオフィシャルファンミーティングボリューム2アンダーカバーミッション公演での出来事で、ゲームをしていた際に息を長く止めたせいで血圧が一気に下がり意識がなくなってステージから落ちてしまったとのこと。会場の近くの病院で検査を受け、体に異常はなく軽い打撲で済んだそうです。この時していたゲームはテンションエスカレータというもので、ジミンは怒る演技をするためにわざと息を止めて顔を赤くしようとして意識を失ったようでした。他のメンバーもそうですが、何事にも全力投球なジミンなので、こんなことが起きてしまったのかもしれません。それでも幸いなことに無傷だということで、ジミンは SNS に笑顔の写真と、皆さん、舞台の下に落ちた人です。なんともないので心配しないでくださいなどとアップして、アーミーに無事なことを知らせてくれました。とってもびっくりしたアーミーたちでしたが、ジミンは軽い打撲で済んで本当に良かったですよね。生放送中に手から流血したジョングク。ジョングクが生放送中に手に怪我をして血を流していたのは、2016年に出演したミュージックバンクで血汗涙を披露していた時でした。すでに手を負傷していたジョングクは、右手を差し出すシーンで左手を出し、流血した手を見せないように、とっさに機転を利かしたのです。それでも生放送ということもあり、血を流した手が映り、アーミーが気づきました。後日ジョングクが、このステージでのアクシデントを話し、手の傷は浅かったこと、怪我の原因は、ダンス中 J-HOPE の足が手に当たってしまったからだとわかります。冗談とはいえ、メンバーに責められていた J-HOPE をかばい、シュガは音楽番組に出演したら、手とかよく怪我するんですよ。マイクが思ったより鋭いですし、衣装も重いので、僕も気づかないうちに手に傷ができていたりと J-HOPE をフォローしていました。さりげなくホビをカバーしてるのがいい。こういうさりげない優しさがシュガの魅力だと、シュガの優しさが見えて取れ、それと同時に、公になっている怪我だけでもたくさんあるのに、私たちが知らない怪我がもっとあることがわかります。BTS は、特に男性ということもあり、傷跡が残ることなど、あまり気にしていないようですが、アーミーは、メンバーが怪我をしたと聞くたびに、胸がズキッと痛むのではないでしょうか。本人たちはもちろんのこと、事務所やスタッフの方々に今後も気をつけていってほしいと思いました。まとめ、いかがでしたでしょうか。ステージで激しいダンスをこなしている BTS は、普段から怪我と隣り合わせですし、それとは別に、怪我をしたとみられるジンの手の指の怪我も痛々しく、アーミーにとってとても心配な怪我でしたよね。また、ライブ終わりにほっとしてか、はしゃいで足を怪我してしまったという手の傷跡も意外と深く、アーミーはびっくりしたことでしょう。とにかく怪我に気をつけて過ごしてほしいと願います。